皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は東京グルメ散歩シリーズ。この東京散歩シリーズは東京の神社仏閣巡りや庭園巡りをしながら街の雰囲気を感じつつ食べ歩きを楽しむ内容になっています。そして今回はお茶の水グルメ散歩のご紹介です。お茶の水には湯島聖堂やニコライ堂など歴史的にも文化的にも貴重な建物があるだけでなく、神田明神と神田明神のお祭りであり、江戸三大祭りの神田祭りについてもご紹介しています。もちろんお茶の水グルメもご紹介していますよ。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。スタート地点は JR お茶の水駅聖橋口です。お茶の水駅を背に歩くとすぐに聖橋があります。聖橋はとても特徴的な外観で、よくテレビドラマなんかにも登場する橋ですよね。聖橋の名前の由来は2つの聖堂を結ぶことから聖橋と名付けられたそうですよ。というのもこちら側にはニコライ堂があり、そしてこの橋を渡った先には湯島聖堂があるからです。この2つの聖堂をつなぐから聖橋だったんですね。またこの橋の中央からの眺めも素晴らしいんですよ。鉄道が好きな人もそうでない人にとってもつい見てしまう景色なのではないでしょうか。この時もついつい足を止めてしばらく眺めてしまいました。さて聖橋を渡ったら目的地湯島聖堂へ。そのまま聖橋をまっすぐ歩くと西門があります。西門から中に入ると思った以上に緑豊かな敷地内に驚きませんか？私たちはこちらの聖堂には何度か来ているのですが、初めて訪れた時にはお茶の水というオフィスや大学の高層ビルが多い街中にこんなに緑豊かな場所があるのかと驚いたんです。さて早速見えてきたのは経壇門。由来としては孔子が学問を講じた壇の周りに杏の木があったことから、学問を教える場所や学問所の建物を経壇と呼ぶようになり、経壇門と名付けられたそうですよ。そして奥に進むと大聖殿があります。大聖殿には孔子孟子などの儒家思想を説いた思想家たちが祀られていました。というのもこの湯島聖堂は5代将軍徳川綱吉が儒学の振興を図るために作らせた建物なのです。建てられた当初は私塾がありましたが、その後世に名高い昌平坂学問所が設けられました。こうしたことからこの大聖殿では有名な儒家の思想家が祀られているんですね。ちなみに大聖殿は別名孔子廟というそうですよ。また屋根には変わった飾りがありました。どうやら霊界の動物たちだそうですよ。注目してみると興味深い発見がありますね。
さて大聖殿と教壇門を見た後は石畳を歩いていくと大きな門がありましたよ。こちらは入徳門といい、この聖堂内で唯一の木造建造物とのことです。こうして下から眺めてみると木造だというのがよくわかりますね。門の横にはだいぶ藻が生えていますが、水がめがあり、徳川家の葵小紋がありますね。このことからも徳川将軍家が関係していることがうかがえます。そして水がめの中には金魚が泳いでいました。入徳門を後にし、さらに石畳を歩いていくと、ひときわ大きな木があります。漆科の木、海樹だそうです。この貝という木は孔子の墓所に植えられている名木なんですって。ちなみに枝や葉が整然としているので、書道でいう楷書の語源ともなったと言われているそう。そしてその横には孔子像が。さすが儒家の学問書です。思った以上に大きくて実物を見たらびっくりするはず。またこちらの建物は紫文会館といって、なんと今でも論語や朱子学の講座が開かれているんですよ。てっきり歴史観光スポット的な印象ですが、現在でもれっきとした学問書でもあるというのはなんだか感慨深いものがありますよね。創設した5代将軍の徳川綱吉が知ったらさすがに驚くのではないでしょうか。それでは紫文会館の目の前にある正門から出て次の目的地へ。正門を背に左に建物沿いを歩いていくと、右手に神田明神の門が見えてきますよ。神田明神といえば神田祭りが有名ですよね。何年か前に龍角散の CM で木遣り衆が歌っている映像が印象に残っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。神田祭りの歴史と威厳を感じられるいい CM でしたよね。私は神田祭りといえば日本橋三越前から行列を見るのが好きなんです。ちなみにこの日は4月中旬、神田祭りの準備が着々と進められていますね。神田祭りは江戸三大祭りの一つで2年に一度開催されます。さまざまな式典を入れるとなんと8日間にもわたる長いお祭りなんですよ。こちらの写真は2023年のお祭りのもので、この行列は神幸祭の日のものです。この日は神田、日本橋一帯で長い行列ができるんですよ。この行列は108の町会を巡り、神々の力によって各町会を払い清めることを目的にしています。まず先頭には船頭さんがいて、その後ろには昔の装束を着た人が錦の行進旗を掲げています。そしてさらにその後ろには天狗のお面をつけた猿田彦の命がいて、魔除けの梅雨払いをしてくれているんですよ。その後ろのトラックには神田囃子による演奏があり、お祭りらしい賑やかな雰囲気になります。そして大黒様と恵比寿様が乗った山車が登場です。この後ご紹介しますが、神田神社のご祭神には大黒様と恵比寿様がいらっしゃいます。色鮮やかな装束や旗がなんとも賑やかでいいですよね。ちなみに写真はないのですが、
この行列の途中からつけ祭りが加わります。江戸時代には神田祭りの中で最も人気があったそう。当時流行した能や浄瑠璃の題材が取り入れられた行列や仮装行列などでとにかく賑やかだったそうなので、江戸っ子たちの心をわしづかみしたのかもしれません。確か昔話を題材にした花咲じいさんだったかなと思います。この仮装行列には企業のマスコットによる行列も続いて、さらに賑やかさが増していましたよ。また各町会でみこしや山車が出ているので、大通りだけでなくこの地域をいろいろと歩き回ってみるのも面白いですよ。今でも地元の方々が法被を着てとても盛り上がっているお祭りです。私が最も印象的だったのはこちら、神田明神のご祭神平将門公の意を継ぐ相馬の馬追騎馬武者です。なんと福島県南相馬市から来ていただいたそうです。迫力があってとってもかっこよかったんですよ。さてお散歩に戻り、神田神社へお参りにもうくぐり境内に入っていきますが、とても立派な門なので少し足を止めて見ていきたいと思います。色鮮やかな朱色に金や緑、青など色鮮やかで彫刻だけでなく絵が描かれています。また門の横にはシャッター扉に描かれた江戸時代と思われる神田祭りの様子の絵がありましたよ。とってもにぎわっていたのがよくわかりますね。また社殿も門同様朱色です。土日は多くの人でにぎわっていますが、この日は平日でスムーズにお参りできそうです。列に並ぶ前に目に入ったのがこちらの狛犬。見たことのないいかつさと大きさです。こちらはぜひ実物をご覧いただきたいですね。きっと大きさといかつさに驚くはず。ちなみに簡単に神田神社についてご紹介すると、こちらの神社は730年に創建され、なんと約1300年の歴史があるんですよ。そして江戸幕府が開かれた後、現在の場所に移築されました。神田神社のご祭神は大黒様、恵比寿様、平将門公です。平将門といえば平将門の乱が有名ですが、超簡単に平将門の乱を説明すると、朝廷の悪政に反旗を翻し、命を懸けて民衆を守った戦いのことで、貴族の時代から武士の時代を作ろうとした人です。ではなぜここに祀られているのかというと、大手町の正門塚周辺で天変地異が頻発していたので、御霊をお慰めするためだそう。ちなみにこの建物は当時のものではありません。関東大震災で焼失してしまい再建されたものです。木造造りに見えますが、鉄筋鉄骨コンクリート造りなんですよ。というのも関東大震災で焼失してしまったことを踏まえ、木造ではなく鉄筋鉄骨コンクリートにしたそうです。また金物など非常に凝った作りをしています。お参りする際に建物にも注目されると面白いかもしれません。そして社殿へお参りを済ませたら大黒様のもとへ。こちらもビッグサイズ。確か石像の大黒様の中では日本一だったはず。お次は恵比寿様のもとへ。こちらは物語性のある芸術的な感じです。また神田神社はお土産ショップも充実していて、
ここに来るたびに何かしら買ってしまうほどなかなか面白い商品がいっぱいあるんですよ。個人的におすすめなのが書籍コーナー。古地図や江戸の暮らしなど歴史好きにはたまらない嬉しい品揃えです。さて、いろいろと見て回るとお腹が空いてきました。社殿の左手にいるシンバのあかりちゃんを見つつ、奥に進んでいくと階段があります。階段を下ると見えてくるのがうなぎの名店木川です。広重の絵が目印でしょうか。創業は明治29年、東京有数の花町柳橋に開業し、こちら神田に移転したそうです。この日のランチはこちらでいただきます。うな重定食をいただこうとメニューを見ると、ランチ1850円というのがあり、お得そうと思いこちらにしてみましたよ。お、なるほど、そういうことですね。夫には物足りないかもしれませんが、私にはちょうどいいサイズ。その日の朝に届いた国産うなぎをその日のうちに調理するそうで、30分蒸した後、伝統のタレとともに焼くそう。余分な脂が落ちていてとっても美味しいです。さて、お腹いっぱいになったらまた階段を上り神田神社へ。階段の横にこごみが自生していました。神田神社を抜け表参道へ。こちらの三河屋では甘酒や甘味をいただけますよ。今回はおつコーヒーへ。しかし満席で入れず、チーズケーキがおすすめなんですよ。残念ですが、もう1店舗おすすめのお店があるんです。お茶の水小川軒。特別な手土産として知られるレーズンウィッチが名物のお店です。レストランとカフェがあり、今回はカフェへ。注文したのはアイスコーヒー、みかんジュース、そして名物のレーズンウィッチとシュークリームです。レーズンウィッチはレーズンバターサンドのこと。レーズンバターサンドってこってり濃厚で、なかなかの食べ応えがあって、中には胸焼けしちゃうものもあるのですが、ここのレーズンウィッチはさっくりとし、上品な甘さで美味しいんですよ。そしてシュークリームはびっくりするほどのずっしり感。クリームがたっぷりと入っていて食べ応えがあります。さて、お茶の水小川軒で甘味を楽しんだらニコライ聖堂へ。遠くからでもこの立派な聖堂を見ることができます。こちらの聖堂は日本で最古最大のビザンチン建築。信者でないとなかなか入るのに勇気がいりますが、一般の人も見学することができるんですよ。時期によって拝観時間が異なるので、事前にご確認くださいね。さすがに中の撮影は控えましたが、ステンドグラスが綺麗な教会です。教会を見学する際は、露出のある服装は避けたり、帽子を取ったりなど最低限のマナーを守ることはお忘れなく。ニコライ堂を後にしたら、お茶の水駅に帰って散歩を終えてもいいのですが、もう一つおすすめグルメのご紹介。ニコライ堂を出て目の前の坂を下っていくと、笹巻毛抜き寿司総本店があります。なんと創業1702年で笹に巻いた寿司のお店です。初代が戦国時代に殺菌効果のある笹の葉で兵糧を包んでいたことをヒントに、酢飯に魚介を乗せて笹の葉で巻いた笹巻き寿司を考案したのが始まりです。家に帰って食べようと買って帰ることにしましたよ。もともとは保存食として作られていたそうで、とても酢が強かったそうですが、今では食べやすい酸味に抑えたお寿司になっています。また毛抜き寿司というのは
魚の小骨を毛抜きで抜いていたことから毛抜き寿司とも言われるようになったとか。江戸前握りの原型なんて言われているので、ぜひお茶の水グルメ散歩のお土産に買って帰ってみるのはいかがでしょうか。こんな感じでお茶の水グルメ散歩を楽しんできました。この動画を少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行のご紹介をしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。